じゃあ2個発表します。お、注目ですね。2022, the most popular host in Japan, teaches you how to be popular with girls even if you're ugly. Whether you think you'll never have a girlfriend, or if your only mistress is your right hand, everything changes tonight. This is the year to win the heart of the girl of your dreams. 3, 2, 1. はい、じゃあ今日は日本一のホストに、ブサイクでもめちゃくちゃモテてしまう究極の裏技を聞きたいと思いますので、イエーイ、行きましょう。任せてくれ。日本一のホストで、日本一のホストクラブバカラからそのイケメン3人を選びましたので、その中の方々にそうですね、モテる秘訣っていうのを教えていただきますので、まあこれは本当に誰にも教えない方がいいですね。飽和しちゃったらもうそうですね、使えなくなっちゃうんで、これ飽和したらそれ使えないんですよ。使えなくなっちゃう。本当は俺だけが知りたいことなんですけど、今日は特別に特典として誰も言わないでください。オーケー、特典として。では早速聞いていきましょう。では誰が言いますか。自分モテる秘訣。じゃあまず見てください。はい、レムさんから。はい。モテる秘訣。ブサイクでもモテちゃう。モテる秘訣、とにかくハートですね。相手にどんだけ好きか真剣かを伝える、不器用だけど声に出さないよりかは声に出して相手のハートに伝えるように伝えれば、いやブサイクとかあんま関係なしに響くことは響くと思うんで、そこから先は頑張ってくださいです。顔が良くなってもじゃあハートがあればモテてしまうってことなんですかね。顔だけを見る女の子って逆に少ないと思うんですよ。その理由はそうなんですよ。まああくまでも入り口ってことだよね、顔はね。顔にこだわらずメンタルでハートで勝負していけたらいいと思います。なるほど、ありがとうございます。おい。じゃあ続きまして。じゃあ僕ね。そうですね。モテる秘訣はまあ一番誰にでもできることって言ったら清潔感は大事かなと思ってて、でまあ清潔感っていうところって誰でもできると思うんですよ。爪を切るとか美容院に通うとか、そういうところ一つ一つにまず妥協しないっていう、あ今日ちょっとだるいから爪切らなくていいやとか、今週ちょっと面倒くさいから美容院行かなくていいやとか、そういうところで妥協せずに、まあなんていうんですかね、自分にプレッシャーをかけてこんなもんじゃダメだよっていうのを言い続けることによって、どんどんその清潔感からなんだろう、モテるフェロモンというか、出てくるような気がするんで、顔はマジで関係ないと思います。はい。具体的に爪を切るとかそれ以外にも、なんか清潔感をなんかシャンプーするとかそういうのが清潔感ってするんじゃないんですよね。清潔感5個教えて。清潔感5個言って5個。具体的な清潔感5個教えて。肌が綺麗、肌ケア、まあ誰にもできる、レディースだけじゃなくてメンズもできるよっていうところと、まあこれをちゃんとしていくこと、まあこれは誰にでもできることだと思うんで、まあちゃんと洗顔をしてとか、メイクする人はメイクを落としてとかっていうところからまずやっていくっていうのが一つと、あとはなんていうんですかね、そのまあ髪の毛、まあボサボサの状態で家から出ないとか、誰かに会う時にはきちんとある程度綺麗にした状態で行くようにするとか、それが無理なんだったら逆にね、こうボサボサやったらキャップをかぶるとか、まあいろいろやり方はあると思うんで、まあそれも大事になってくるかなと。あとはまあ服装ですね。服装でまず自分が自信を持てる服を着れてるかどうかっていうのは結構大事だと思うんで、まあそういうところから自分のこだわりを持って服をきれいにきちんと着てれば、まあだらしなくはまず見えないっていうところも大事かなと。今何個言いましたっけ？3つですね。あと、まあ爪だったり指、その手先のケアっていうの結構大事だと思ってて、女の子って、まあ、顔ももちろんだと思うんですけど、意外とこう近くで話すんで手元だったり見られてること、まあ職業柄もあると思うんですけど、見られてること結構多いんで、まあそういうところもちゃんと、まあそうですね、女の子って意外と手元見てたりするんで、まあこういう乾燥する冬みたいな時期だったら、例えばハンドクリーム塗るとか、まあ爪をね自分で切るルーティン決めるとかで、今4つ目ですよね。まあ5つ目がそうですね、まあ口周りのケアとか、まあ例えば歯だったりとか唇やったりとか、まああると思うんですけど、まあそういうところってやっぱ意外と見られてるっていう、顔全体よりもこうパーツを意識するのも結構大事かなと僕の中では思ってて、じゃあこういうね乾燥する冬の時期とかだったらやっぱりこうリップちゃんと塗るとか、別にその色付きとかじゃなくてもいいと思うんで、きちんとある程度保湿できるリップ塗るとか、歯磨き毎日ちゃんとして、なんていうんですかね、この着色がねあんまりつかないように意識するとか、ちょっといい歯磨き粉買ってみるとか、ホワイトニングが入ってるようなっていうのも結構大事になってくるんじゃないかなと思います、って感じですね。
なるほど、そうすると清潔感がやっぱプラスに働いてくるんですね。いや、そうだと思います。はい、僕の実感では。はい。やっぱ清潔感って服装からなんか自信が出るって言ったじゃないですか、はい、ただ清潔に見られるだけじゃなくて自分に自信を持てる要素になるっていう感じなんですね。はい、なるほどなるほど。それは結構大事かなと。大事か、はい、ありがとうございます。じゃあ2個発表します。お、注目ですね。注目で日本一のホストが教えるモテる方法ですからね。モテる方法、じゃあ2個伝授します。1つ目、自分史上ベストを出せ。2つ目、金と女を追いすぎるな。この2つ。深いですね、2つ。この2つ。1つ目の自分史上ベストを出せっていうのは今の秋のことに付随してて似てるんだけど、容姿が良くても自分史上ベストを出せてない人はモテない。逆に容姿が悪くてもモテてる人っていうのは自分史上ベストを出せてる。それはもちろん清潔感の部分もそうだし、じゃあその話し方からもう自分の話ばっかりしないとか、相手の話を割らないとかっていうその自分史上ベストを出してる人はモテる。で2つ目の女と金を追いすぎるなっていうのはモテたくて必死になる人。こういう人ってお金関係のこととかそういう自分の自慢話も多いし、女とお金を追う人はね自分の話が多い。だから追うんじゃなくて自分との時間を過ごしてよかったって思ってもらえるような、自分と過ごしてよかったって思ってもらえるような時間を提供できる。これが絶対大事です。じゃあこの2つが僕からの伝授ってことでシンプルにまとめさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれを聞いた僕らは実行すればもう女の子にモテるので間違いないです。俺絶対モテます。誰にも教えないで、クラスのみんなに教えないで、君はモテモテになるチャンスだから、これを聞いて頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあどうもありがとうございます。ありがとうございます。ご清聴ありがとうございます。逆に言えば、そのやる気のある、売れるホストの共通点みたいなのってあるんですかね。売れるホストはみんな多分結構多いのは自信家。まず自信家なのと、目立ちたがり屋ですよね。自信家、目立ちたがり屋で主人公ですね。主人公、もう本当に主人公ですね。もう喜怒哀楽激しかったり、喜ぶ時めちゃくちゃ本気で喜んで、悔しい時本気で悔しがって、もう怒る時もめちゃくちゃ怒るしとか、やっぱ売れるホストってなんか喜怒哀楽が激しいとか、感情の起伏がすごい激しいと思います。僕自身も感情の起伏めちゃくちゃ激しいタイプなんで。これも視聴者からの質問で、男のロマンのような質問なんですけど、ホストで働かれてて、芸能人だったり有名なアイドルの方来られたりとかってするんですか？もう全然ありますよ。全然あります。ただそういう人とか、名前を伏せてですけど全然いるんですけど、やっぱりそういう方ってやっぱ売れてるホストを指名します。売れてるホストを指名します。僕とかも全然今現在もタレントの子とか、もうそれこそアイドルの子とか指名別にいますし、それこそYouTuber の方とかも指名いますし。そうなんですね。でもうそれはもうずっとありますね。有名なもう名前マジで出したらマジで炎上するような感じの人とかは全然いますね。じゃあもうホストは本当に夢がある仕事ですね。そうですね。そういうことも全然あります。学歴だとか、例えばね前科だとかそういう過去が一切関係なく、本当に実力主義で勝負できて夢が見れるというか、アメリカンドリームよりジャパニーズドリームですね。やっぱジャパニーズマネーですね。いやアメリカンドリームの方がでかい。じゃあ本日は3日で1億円稼いだ伝説のホスト安室レイさんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。むしろその見た目に関して言うと、見た目がイケメンなことが大事なんじゃなくて、その人史上最高であればいいんですよ。だからそのブサイクな人でもその人史上一番清潔感があって、その人の人生の中で一番かっこいい状態であればいけます。そうなんですね。誰でも売れます。誰でも売れるんですね。誰でも売れます。逆にイケメンなのに売れない人っていうのはもうその人の性格人格とかっていうところにや
やっぱりその指名をもらえない理由っていうのがあるんですよね。なるほだからそこを改善すればもう売れますし、自分史上ベストを出してください、じゃないとお金使ってもらう価値はない。やっと着いたぜ。ここだ。営業、車屋さんじゃ営業やってましたんでね。